こんにちは。前回に引き続き、札幌ニッチ旅の記録、今回は後編です。今回も、なぜここにと、心の中で突っ込みながらご覧いただけますと幸いです。3日目、5時45分起床。今朝も、昨日と同じように、紅茶とコーヒーで済ませます。と思ったのですが、やっぱりお腹が空いたのでセコマで調達。自宅の近所にはセコマがないので、ここぞとばかりに通っている感じがあります。昨日イクラを食べそびれたので、筋子おにぎりと北海道ポテトドーナツです。さて出かけます。昨日と打って変わって、午前9時台ですでに25度あります。この極端な温度差は、北の大地によくあることだと思います。大通公園を通ってオーロラタウン経由で、大通駅の入り口に降ります。1日乗車券を買います。今日はなくさないように。東西線に乗ります。南北線より少し後にできた路線です。南北線はパンタグラフがありませんが、東西線、東方線にはあります。丸山公園駅、多分変更なく昔からの内装ですが、タイルの可愛さの完成度が高いです。地上に出ました。とりあえず暑いです。中学生か高校生の遠足と被りました。レッドブルを仕込む学生たちの声が聞こえます。北海道神宮にお参り。明治にできた新しい神社です。靖国神社、近江神宮とに立つくりの社殿です。抹茶も開拓ゆかりのものです。北海道拓殖銀行ゆかりの神社です。設立当初は、開拓のための融資などを行っている特殊な銀行でしたが、あんな形で滅亡するとは、その時誰が思っていたでしょうか。本殿到着、お丁図を使ってからお参りします。大越へ移動。ネットで調べて気になっていた。札幌市交通局の食堂で昼ご飯です。よくある食券制です。小鳥駅へ移動。駅直結のイオンへ。ここでも備蓄品ゲット。北海道限定の醤油、缶詰、つぶ貝のパウチなど、非常時にも少し特別感あるものを食べたいので多めに買いだめします。トンデン平野区へ。JR 小鳥駅に近い。札幌の開拓とロシアからの守りを行ったことにトンデン平村兵を送ると、トンデン兵の一家が住んだ家です。その当時の建物としては、かなり立派な作りだと思います。そして、広い土地を与えられたのは、畑で自給自足をせよということで、訓練と開墾、畑仕事を両立させたのだそうです。そして、農具と機織り、肥料も自分の敷地で作り出し、この地に骨を埋める覚悟で、必死で自給自足を頑張られた、開拓に入られた方々の生活が忍ばれます。昨今の世界情勢から歴史をもう一度勉強してみると、倒幕、戊辰戦争、明治維新と西洋世界からの仕組まれことがあり、それも合わせて考えると、新しい時代が来たからといって物手を挙げて喜んでいられることでもないことだったということが分かってきました。
ホテルに戻ります。暑い、荷物が多い、長距離歩く、と要素が重なり、爆睡の治癒ご飯を買いにセコマへ。今日も早めにおやすみなさい。4日目、6時起床。午前6時台で、すでに18度ある模様です。セコマで朝ごはん。ちょっと多い、甘いと分かりつつ、食べたいものを買うジャンキーさ。欲には勝てませんでした。札幌駅へ。新幹線やオリンピックで盛り上がっています。JR に乗ります。石狩方面へと巡る学園都市線で新川駅へ向かいます。新川駅下車。いかにも北の住宅地を通ります。一昨日も行った新港へ。2日前に行ったフランクショップ新港に再び訪問です。やっぱりせっかくここまで来たのだから、北海道産の野菜を自宅に送ってもらうお願いをするためです。アスパラ、山うど、フキ、じゃがいも、玉ねぎなどプール便で送ってもらうことになりました。そして今後も旬の野菜情報を仕入れたいと思ったお名刺をいただきました。これで食料調達ルートが一つ開拓できました。メガドン・キホーテに立ち寄り、少し保存食を買います。保存食でありませんが、帰ってからの楽しみとして東日本ならではのピーナッツ味噌も買いました。バスに乗ります。札村自動車道をくぐりバス停に向かいます。ここは確か昔はラッキーというスーパーでしたが、もろもろあって今は違う建物が建ち、そしていつの間にか古くなってしまい、時の流れを感じさせます。北24条駅に到着。なんと昆虫食自販機を発見しました。時代の到来かと、やっぱりここでも色々考えてしまいます。地下鉄札幌駅。 JR 駅は漢字ですが地下鉄駅はひらがなです。時計台。さすがに少しだけでも観光地っぽい写真はあった方がいいかなと思って、ちょうどライラックも咲いていたので時計台の写真を撮りました。市役所のエントランスに撮影スポットが設けられていたので、ありがたく使わせてもらいました。市役所食堂で昼食。今日のお昼は市役所地下にある食堂で、すずらん定食500円、豆腐入りつくね磯辺焼きをいただきました。作り置きだったので量で出てきました。あっさりとした味ながらボリューミーです。食堂の壁に、希少な玉ねぎの品種、札幌木のオーナー募集ポスターとパンフを見つけました。ちょうど玉ねぎが話題に上っている時ですので、A コース、玉ねぎ10キロを10月下旬に発送してもらうということで、その場で早速申し込みをしました。猛暑で撃沈したので部屋で昼寝。今年初めて、アイスコーヒーをコンビニで買って飲みました。すすきのに向かってちょっと散策。乗りませんが市電観察。人混みを追い越しながら、すすきのの日課ウイスキーの看板まで来ました。1100系も見えます。かっこいいですね。小学生の頃は地下鉄すすきの駅から市電に乗り換え、東本願寺前までお世話になりました。折り返して札幌駅方面へ。パルコに立ち寄ります。でも無印にしか用はないのです。今日もセコまで夕ご飯を買いました。4日連続です。なぜかというと、今後のレシピの参考にしたいからです。ご飯は買ってきて部屋の中で食べると、その後は寝るだけなのでとても気が楽です。おはようございます。最終日です。
昨日いろいろ食べたので、今朝は朝ごはんは抜きました。送る荷物も詰めました。備蓄食材と重たい荷物は送ります。リュックだけは背負います。できることなら手ぶらで帰りたいのですが、さすがにそういうわけにはいきません。市役所の食堂で早めのお昼。今日も市役所にお世話になります。時計台定食を食べようと意気込んでいきましたが、定食が始まってなかったのでカツ丼をいただきます。午前10時台ということで空いているし、何より半地下の中庭を見ながら食べられる庁舎の食堂というのがなかなかレアで嬉しいですね。では札幌駅に向かいます。台風並みのすごい風雨だったのですぐに地下に潜ります。札幌駅パセオからステラプレイスへ。ステラプレイス6階の無印に行きました。今年改装したそうで、前よりかなり売り場が広くなっていますが、今回は特に狙うものがないので素通りします。ホームへ移動。悠長に動画を撮っていたら、指定席と自由席の乗り口を間違えて並び直しです。快速エアポート乗車。飛行機は17時40分ですが、12時36分発の電車に乗ります。雨風強いので、遅延の可能性も頭に入れて早めに移動です。新千歳空港到着。人手が以前のように戻っています。思った通り遅延しました。飛行機は無事に飛ぶのでしょうか。14時30分。早いですが夕ご飯を食べます。施設内を探検。自分へのお土産を購入。プールが強く、離着陸が難航しています。チェックイン。使用機材が引き返すかもと言われてしまいました。果たして無事乗れるのか。どうにか使用機材は気合でやってきました。悪天候の上、気流に逆らって帰るので、思ったように空港に着くのでしょうか。雲が分厚く、なかなか抜けきれませんが、一旦上空に出ると夕焼けが綺麗です。20時前なのに、まだ太陽の光を見ることができます。関西空港へ着陸。関西空港上空へ戻ってくると、全く穏やかな天候で、無事に着陸することができました。23時頃、無事帰宅し、翌朝、ベランダ菜園も無事に生きていることを確認できました。第二の故郷として、今後引き続きちょくちょく行きたいのですが、その頃には、物価や運賃が果たしてどうなっているでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。